ムーンと JP はたはたチャンネル。皆さんこんにちは、あるいはこんばんは。畑野光香です。畑岡夏子です。私たちはたはたコンビでお送りいたしますはたはたの記事ようやくラジオです。今日のテーマは AI と心ですね。はい。記事でも説明されてますけど AGI、 いわゆる汎用人工知能も5年以内なんて話もあって、はい。第2の産業革命なんて話もあって、はい。そうなると AI が心を持つようになるのかなんて動画も最近はよう見かけますよね。はい。そしてそれが私たちにどう関わってくるのか、今日はそのあたりをはたはたのAI が人間解放の夢を見るかという宗家康介さんの記事をもとに探っていきたいなと。そうですね。よく AGI の話になると AI に取られない仕事を探せとか AI 時代のスキルを磨けみたいな表面的な話になりがちなんですけど、これ単なる技術論とかそういう処世術じゃなくて、なんか人間ってそもそも何なんだっていうそういう問いにもつながっていく話ですよね。深いですね。はい。でも AI を考えるときにそういう問いを忘れちゃダメなんですよね。まさしくそこ大切ですよね。はい。じゃあ早速ですけど、そもそも心って何なんでしょうね。難しい問いですね。心理学の分野ではフロイトが言ったみたいに自分で意識できることなんてほんのちょっとで、氷山の一角、行動のほとんどは自分でも気づかない無意識に動かされてるっていう。今の AI データ処理はすごい得意ですけど、このなんていうか見えない部分みたいなものは持ってるんでしょうか。そこがまさに革新ですよね。AI 研究の甘利俊一さん、日本の草分けで大御所ですよね。ノーベル賞の呼び声もあった。その甘利さんは意識と心を分けて考えてるんですね。意識っていうのは自分が今何をしようとしているかを知ることみたいな。なるほど。で、心っていうのはそういう意識を乱す感情とか意欲とかもっと根源的なものだと。だから AI が例えばあなたを心配していますって文章を作れてもそれはあくまで計算の結果であって、人間が感じる内側から湧いてくる実感とかそういうのとは根本的に違うんじゃないかっていう見方ですね。なるほど。表面はそっくりに真似できても、計算と実感は別物と。そういうことですね。それで最近は心理学だけじゃなくって脳科学の分野からの見方もすごく面白くって、ジル・ボルト・テイラー博士、脳卒中の体験をされた方ですね。そうです。左脳の機能、つまり言語とか論理の部分が一時的に失われた時に自分と世界の境目がなくなったって。なんか世界や宇宙と一体になったみたいな感覚を体験したって。あれは強烈な体験談ですよね。で、これはつまり論理とか分析の左脳とは違う、もっとつながりとか存在そのものを感じるような意識。右脳的な？そうですね、右脳的な意識があるんじゃないかってことを示唆してるわけですよ。詳しくは記事本文を見てもらうとして、でここで大事な話は人は身体を通して自分と世界を感じるってことなんですよ。身体。そう。例えば赤ちゃんは身体と五感を通して自分というものを発見して意識を持っていく。AI には当然ですけど身体も五感もない。だから世界と関係性を持ってるっていう実感とか、この記事でいう身体所有感ですか？自己認知ですね。自分の体が自分のものだっていう感覚。人間が感じる内側から湧いてくる実感とか、そういうのとは根本的に違うんじゃないかっていう見方ですね。そういう感覚を持つのはやっぱり難しいだろうと。ロボットにセンサーをつけてもなんていうかそれはただのデータに過ぎないんだと。身体があるからこその実感ですか。なるほどな。そうなってくると今度は意識そのものの働きもちょっと考えちゃいますよね。記事では慶応大学の前野隆さんが提唱する受動意識仮説っていうのも取り上げてますね。リベットの実験とかでしたか。指を動かそうって思うそのもっと前に脳はもう準備を始めてるっていう話。そうなんです。だから私たちがよしこれやろうっ
って感じで思ってる自由意志みたいなものも、実は脳が無意識化に起こした活動を後から自分がやろうと思ったんだって意味付けしてるだけかもしれないっていう。へえ、じゃあ自分って？そうなんです。これは結構西洋的な自我が中心だっていう考え方を揺さぶる仮説ですよね。確かに。でも逆に言うと、東洋思想にあるような自我は幻想だとか無意みたいな考え方とはむしろ親和性があるのかもしれないと。なるほどね。デカルトは我を思うゆえに我ありと言いましたが、西洋思想の理性主義とか近代的な自我中心主義とか、それどころかもはや自分の意思ですらちょっと怪しくなってくると、フロイトというか西洋での無意識は抑圧された欲望の倉庫みたいな印象が強いけど、東洋的な感覚やと本当の自分や世界とつながるための橋渡しみたいな印象があるし。言われてみればですね、 AI も座禅とか組んで悟りを求める日が来るんでしょうか。前野さんは受動意識仮説で作れば AI やロボットに心を持たせることは思うより簡単なんだとおっしゃってますね。はい。でもテイラー博士や脳科学の話を読むと、それは AI に自分には心があるんだと誤解させるだけで、むしろ危険かもしれへんなと私なんか思うんですよね。そんな中で甘利俊一さんは AI に心を持たせる必要はないんだと。そう断言されてはりますよね。むしろ規制することが大事だと。で、人間に必要なのは AI にはできないどう生きるかを教える教育、生き様を選ぶことなんだと。これは本当に重要な指摘やと思います。科学が進んで人間も突き詰めれば物質なんだよねっていう見方が可能になればなるほど、それでもじゃあなんで人間を大切にするのっていうその理由、倫理とか哲学とかそういうものがものすごく大事になってくる。価値観抜きの科学は危ういと。そう、この記事で強調されているのもまさにそういうことです。記事ではドイツの児童文学者のミハエル・エンデの寓話を紹介したりとか、あと哲学というか唯物論を例に挙げて、社会が価値観を持たずに AI と関わる危険を分かりやすく書いてありますね。時代が新自由主義的になっている今、みんなが唯物論と聞いて思い浮かべるような物質主義は唯物論じゃなくてただもの論だって言ってありますね。そうそう。もともと唯物論は人間を一番大切にするというヒューマニズム思想なのにと、科学も哲学もそういうもともとの初心や価値観は忘れちゃいけないと。AI がいくら最適な答えを出してきても、それを選ぶのは結局人間ですから、その選択には自分がどう生きたいかっていう価値観が絶対に関わってきますしね。そこですよね。じゃあ AI が知識とか効率で人間をどんどん超えていくとして、人間にしかできないことって一体何なんでしょうね。この記事ではそれは単に AI に取られない仕事を探せってことじゃないぞって釘を刺してますけど。そうですね。そんなんは、船が沈むからマストに登れみたいな話やって言ってますね。AI は多分白黒はっきりした答えを出すのは得意でしょうけど、でも人間みたいにグレーゾーンで悩んだりとか、言葉にならないような感情を抱えたりとか、あるいは他の人と深く共感し合ったりとか、そうよね。そういうのってやっぱ苦手やと思うんですよ。さっきのテイラー博士が感じたようなつながりの感覚とか、あるいは矛盾をいっぱい抱えながらそれでも生きていくみたいな複雑さ。はい、計算じゃ割り切れない、言っちゃえば不合理な部分。そういうところに人間ならではの価値っていうのがあるんじゃないかなって気がしますね。AI にも計算でそれっぽく真似させることはできるんでしょうけど、そう記事では人間みたいな AI は面白いけど AI みたいな人間こそ必要なくなるみたいなこと言うてるよ。うわー、この人そういう皮肉をよく言うんですよね。今回話してきて見えてきたのは、 AI はものすごい知的能力を持つようになるだろうけど、内面的な心とか生きてる実感や他人との共感や連帯みたいなものはやっぱり持つのは難しいだろうなっていう。はい、そうですね。そこが人間が全力で担うべき役割なんやと。だからこそ私たちはそこを AI に考えさせるんじゃなくて、自分たちで考える、問い続けるってことがますます大事になってくるわけですね。はい。
新自由主義的な意味での自我中心主義の克服も必要やし、それとは真逆の、なんというか昔のオウム真理教みたいなオカルト的な世界観に逃げてもいけないわけで。そういうのもありますね。そして記事では、選択の自由を持った奴隷にだけはなっちゃいけないと。選択の自由を持った奴隷ですか。AI が出してきた、AI に限った問題じゃないでしょうけど、選択肢の中からただ選ぶだけみたいな、そうじゃなくて、効率とか合理性だけじゃない、時には非効率で無駄に見えるかもしれないけど、でも人間にとってかけがえのないそういう心の領域。つながりとか、自分の生き方や人生、大切な何かに意味を見出す力とか。そういうものを私たち自身がもっともっと大切にしていく必要がありそうですよね。AI 時代に求められる人間像って、まずそういうことかなと記事を読んで思いましたね。あなたにとって AI には真似できない人間ならではの営みってどんなことでしょうか。 AGI の登場を前にしてちょっと立ち止まって考えてみるのも面白いかもしれませんね。ほな、今回はこの辺で。よろしければチャンネル登録といいねボタンのクリックをお願いします。バイバイ。またね。